今日はダブルグループロを使って作品作りをされているアトリエティスタイルの長堀先生に来ていただきました。ダブルグルーとダブルグループロの違いを実際に触りながら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初めて先生の作品見たんですけど、はい、想像以上でした。嬉しいです。ありがとうございます。すごい綺麗ですね。全部粘土っていうのが信じられない。パッと見た感じ、こうなんかガラスのような、何とも言えない質感で、そう、このガラスのように見える質感に、魅了されて、でこういう感じの作り方の作品になっていったんですけれども、ちょっともともと絵を描いたりするのが好きだったので、でこう立体感にできるこの、ダブルグルーもそうなんですけども、プロの方がもっとこう立体に作りやすいっていうのが触りながら分かってきて、でこんな感じで作品がどんどん増えていってしまったっていう感じですね。下地というか、イラストは先生がパソコンとかで描かれてるんですか？そうですね。もともと絵が好きなので、パソコンでも絵が描いたりっていうのも好きだったので、それを下絵に描いた上に、プロで肉付けしていって、でちょっとスワロフスキーとかキラキラとさせたりとかっていう形で仕上げてます。ダブルグルーとプロの違いで、一般的には透明感とか、効果時間も違うんですかね？そうですね。通常のダブルグルーはだいたい24時間でしっかり固まると思うんですけれども、プロの方は私的には丸2日ぐらい置いとくと、っていうのが表面は1日でだいたい硬化するんですけれども、大きいちょっと分厚いものの作品を作ると、中はまだ柔らかかったりするんですね。なので中をしっかり固めるためにも、もうあとプラス1日っていう感じで、2日ぐらい一応置いて硬化させてます。他何か先生が感じる違いってありますか？すごく細かくパーツを作れるのと、でこのヘラを使うことによって、なんていうんですかね、指がこう届かない場所にもこのヘラでグッと細かいところも作れたり、あと一番はやっぱり立体感をきれいに出せるっていうのが、透明感が出る分プロの方が柔らかそうなイメージがあったんですけど、今日触っていらっしゃるのを見て意外に硬いんだなと思って。そうなんです。あとね、室温によっても、ちょっと柔らかくなったり硬くなったりっていうのもあるので、その特徴も考慮しながら、夏場はちょっと保冷剤を使いながら冷やしたり、また下ろしてちょっと柔らかくしたり、で冬場は比較的ちょっと硬めになってしまうので、伸ばすっていうこともちょっと大変な時があるので、エンボスヒーターなどでちょっとこう温めながら、作業するっていう、なんかその辺だけなんか感覚的に分かってくれば、すごく扱いやすいグルーだと思います。最初触った時ってどんな風に思われました？最初添加剤を手袋に塗ってこう混ぜたりっていうやり方で教わってたんですけれども、やっぱりそのいろんな道具を触るのにそこでもベタベタしたりっていうことでやりづらかったんですけれども、いろんな先生がいろいろ研究されて、シリコンのシートの上で混ぜたり、あとシリコンのヘラでこう切ったりするとくっつかないよっていうのをいろんな情報を教えていただいて、でそれを使うことによってすっごい扱いやすくなって、で今なんか私はダブルグルーよりもプロの方が断然使いやすい。そうなんですね。じゃあ実際にちょっと、寝るところとか、こういう風にダブルグルーとは違うんだよっていうのを見せていただけたら、お願いします。はい、よろしくお願いします。ダブルグルー最初に使った時はどうでしたか？どう思いました？すごく柔らかくて、これが固まるんだろうか最初のセッティングもね、なかなか柔らかくて難しかったんですけど。どうしてやろうと思いはったんですか？
グルデコ。たまたま同じマンションにネイリストのお友達がいてて、はい、で彼女がグルデコのことを知ってまして、はい、で一緒にちょっと習いに行かないって誘われたのがきっかけですね。日頃はあまり使われないんですか、ダブルグルーは。ダブルグルーも使います。作品の中では。はい。はい。では次にダブルグループロの方見せていただきます。はい。で、プロにも A 剤 B 剤っていうのがあるんですか？そうですね。こんな感じで、はい。ややこっちの色付きでちょっと固めのグルーと、はい、こちらはもうどの色も共通なんですが、ちょっと透明のちょっとねっとりしたちょっとペタペタする2種類を混ぜて交換していきます。はい、じゃあお願いします。はい、分量もダブルグルーみたいに A 剤 B 剤同量なんですか？そうですね。でただちょっとねちゃねちゃしちゃうので、はい、でシリコンとだったらくっつかないので、はい、シリコンシートとシリコンヘラを私は使いながら、はい、こうカットしたりしてます。でこっちに、はかりの方に動かす時も、はい、手で触っちゃうと手袋にもちょっとペタペタついたりするので、はい、で切ったところの切り口をこう当ててもらうとね移動しやすかったりしますので、そうなんです。なのでヘラとシリコンシートさえあればすごく簡単に移動もできます。そのヘラは特殊なヘラなんですか？お料理用に使うシリコンのね、はい、ヘラなんですけれども、何ですかね、100均とかにあるのもいいんですけど、はい、ちょっとここが柔らかすぎて、はい、なかなかこうちょっと伸ばしたりっていうのがしにくいんですけど、このちょっとしっかりしためのものであればすごく扱いやすいです。はい、これもちょっと容器の中でこう切りやすいように、はい、ちょっとこういう揉みながらねグルーをこうちょっと柔らかくするイメージですか？そうですね。そうするとボテッと固まった大きいものよりも切りやすくなったりするので、あらかじめちょっと形を切りやすいように。なんか飴細工みたいですね。そうですね。よいしょ。で、ダブルグルーと違うのは、はい、手で練ってしまうと、はい、本当にベタっと手袋にもくっついてしまって、もう収集つかなくなるので、はい、必ずこうシリコンのシートの中でこんな感じで折りたたみながら練っていきます。結構硬いんですか？そうですね。ダブルグルーよりはちょっと弾力もあるような硬い感じですね。何分ぐらいそうやって踏んではないんですか？踏んでは分量に対して折りたたむ回数が変わってきます。はい、であとそれプラス、ダブルグルーと同じようにちょっと棒状にして、はい、よいしょ、こんな感じでくるくるっと回す。これをちょっと5回ほど繰り返したりで、しっかり混ぜないと透明度が綺麗に出なかったりするので。あ、そうなんですね。そうなんです。なのでプロは結構この混ぜるっていうのもポイントの一つですね。混ぜ方。特にクリアの色がついてないクリアのブルーはそうですね、透明度を出したかったらしっかり混ぜた方が綺麗な透明が作れます。これで大丈夫です。はい。はい、すごい綺麗、可愛い。そうなんです。表面がツヤツヤに。プルンプルン。そうなんですよね。なので手で混ぜなく丸めなくてもヘラでこう転がすだけですごく表面のツルツルしたお団子が作れます。
はい、はい。ミル皿に乗せるのにダブルグルーと違いとかありますか？そうですね。比較的ちょっと固めなのでプロの方がこうセットしやすいですよね。それもずっとヘラでされるんですね。そうですね。ある程度ヘラでこうちょっと力を加えながらこうグルーをこっちに持ってきたりとかっていうのをやっといて、後で表面をねこう撫でるとすごくツヤが出るのが分かりますかね。でこう形も指でこんな感じでなでなでしながら整えるとすごくこう天然石のように。そうですね、こんな感じですかね。先生だとどういう時にプロを選ばれて、どういう時にダブルグルーを使おうってなんかこう切り分けるとかあるんですか？そうですね。まず透明のグルーを使う時は、下絵に色をつけてるので、それが綺麗に反映させたい時は透明のプロを使ったり、そうですね、シリコン型とかちょっと細かいパーツを作ったりする時はダブルグルーの方が詰めやすかったりするので、そういう時はダブルグルーを使ったり、っていう感じで異素材でまたプラスで作品を作るのもすごく面白いので、あえてちょっとどっちも使ったりっていう作品もあったりしますね。はい。先生的にはなんかこう同じ粘土でももう異素材っていうぐらい違いがあるようにそうですね。思います。はい。扱い方そうですねも違うのでね。はい。今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。先生の教室では、レッスンとかもされてるんですかね？はい、やっております。今はもう学装しかしてませんね。絵に興味がある方であれば、ぜひ作りに来ていただければと思います。じゃあちょっとまた先生の連絡先は概要欄にも入れさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。興味のある方ぜひとこのプロの方も購入先は概要欄に入れてますので、ぜひ興味のある方は一度試してみてください。今日は先生どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さよなら。さよなら。このチャンネルではダブルグルーの使い方やものづくりのヒントをお届けしています。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。